のささやきの朗読やあのキャンプの夜、俺は管理人に言われた一言をまだ覚えている。あっちの店には絶対に寄るな。絶対にだ。理由も説明もなく、ただそれだけを言われたんだ。俺とミノルとアヤの3人で来たキャンプ場は山奥にあって静かだった。昼は川の音が心地よくて、サイトも空いていて、焚き火の準備も順調だった。夕方になり、温度が下がり始めても特に異常はなかった。ただ、管理棟の前を通りかかったとき、管理人だけが俺の顔をじっと見ていた。君ら、帰りはどっちに降りる？西の道です。管理人は一瞬だけ眉を潜めた。そして地図のある一点を指で押さえて低い声で言った。ここに明かりが見えても絶対に寄るな。昔から戻れなくなるって言われている場所だ。冗談だろ、とミノルは笑った。だが管理人は笑わなかった。目が真剣すぎて冗談には聞こえなかった。その夜俺たちはいつも通り焚き火を囲んだ。ただ薪が弾ける音のたびにアヤが何度も後ろを振り返った。理由を聞くと、誰かの気配がする、そう言うんだ。確かに木立の奥から時折カサッと乾いた音がしていた。獣かもしれない。だが足音は二足歩行のリズムだった。深夜になる頃、俺は落ち着かない胸のざわつきに耐えきれず、テントの外に出た。月明かりの下、木々が妙に同じ位置で揺れている。風が吹いているなら音がするはずだが、全くしない。アヤの言った気配の意味が少し分かった。翌朝、片付けをして帰る準備をしていると、管理人がわざわざこっちへ来た。俺だけを見て、また同じことを言ったんだ。明かりが見えても絶対に止まるなよ。あの店は帰り道じゃない。その言い方がどうしても頭に残っていた。そしてその日の帰り道、山を降りるカーブを曲がったとき、斜面の向こうに黄色い明かりがぼーっと浮かんだ。どう見てもドライブインだった。明かりが見えた瞬間、車内の空気がガラッと変わった。ミノルは、腹減ったし、寄ってみようぜ。と言ったが、アヤはシートベルトを握りしめたまま動かなかった。俺は管理人の顔を思い出していた。あの真剣な目、理由を言わなかったあの言い方。だが車は自然と減速し、
気づけば駐車場に入り込んでいた。敷地の境界に明らかに新しくない白い杭が並んでいた。一本だけ泥で下の方が黒く染まっている。建物は古びてはいたが、窓だけは不自然に明るい。蛍光灯の白さではなく、提灯のような黄色い光。外の空気は昼より冷たく、湿った空気が胸の奥にまとわりつく。中に入った瞬間、三人とも足を止めた。匂いが店の匂いじゃなかった。出汁や油の匂いではなく、湿った土の下に沈んでいった匂いだった。それが天井から降りてくる。客は一人もいなかった。だが奥のテーブル席に水の入ったコップが3つ置いてある。ちょうど俺たち3人分。水滴が落ちる音だけが店全体に響いていた。厨房からは鍋をかき混ぜる音がする。金属が擦れる音で一定のリズムではない。何か重たいものが鍋の底に沈んでいて、それを引き剥がすような力の入った音だった。誰かいるよな。ミノルが声を潜めた。しかしカウンターの奥に人影はなく、のれんの向こうも暗いままだった。音だけが続く。あやがテーブルに置かれたコップを指さした。これ、今置いたみたい。確かに水面は揺れていた。誰かが手を離して数秒も立っていないような揺れ方だった。店内の壁には古い張り紙があり、文字はほぼ読めない。ただ一つかろうじて読める紙があった。戻らぬ者、迷い込む者、坂の明かりに惹かれる者。あやが息を飲んだ。俺もミノルも自然と視線を合わす。すべて管理人が言っていた方向の話に重なっている。その時、厨房の鍋をかき回す音が突然止まった。静寂が落ちた後、のれんが一人でに揺れた。誰も触っていないのに、風もないのに。ゆっくりとのれんの下から影が伸びてきた。指の形をしているようにも見えるが、形が一定せず、床の上で揺れていた。ただ一点だけはっきりしていた。その影は俺たち三人の足元にまっすぐ向かってきていた。影は床の上を滑るように伸び、三人の足元で止まった。踏んでいないのに靴底に冷たさがじわりと染みてくる。影というより湿った何かが薄く広がっている感覚だった。ミノルは椅子を蹴り飛ばす勢いで後ずさった。あやは声を出そうとして喉を押さえて肩を震わせていた。俺は
影が向かってくるその位置が俺たち三人の真ん中ではなく、俺の足元だけに濃く寄っていることに気がついた。厨房ののれんがまた勝手に揺れた。列を乱したように数回震え、その隙間から白い線のようなものが覗いた。細長い、人の指に近い形だが、関節の影がどこにもない。棒のような指が床をなぞるようにゆっくり動いていた。おい、帰ろう。本当にやばい。ミノルの声はかすれていた。だが出口の方へ一歩動いたとき、店内の照明が一瞬だけ赤みを帯びた。次の瞬間には元の白い光に戻ってはいたが、その一瞬で店内の客席が満席になっていた。さっきまで誰もいなかった席に背中を丸めた黒い影がずらりと座っている。全員が無言で同じ方向を向いている。顔は見えない。首の角度が全員全く同じだった。綾が泣き声で囁いた。管理人が言ってた、戻らなくなるって、これなの？ミノルは答えられなかった。もちろん、俺もだ。ただ理解した。この店に入った時点で、俺たちは帰り道じゃない方へと足を踏み入れていた。その時、厨房の鍋が黒く泡立つ音がした。音というより何かがうごめく気配。のれんがゆっくりと持ち上がり、奥の暗がりから白い影が這い出してきた。肩幅も腰もなく、ただ人の上半身だけを無理やり縦に伸ばしたような形。顔は影に埋もれ、どこが目かもわからなかった。それが床を滑るように進み、俺たちの方へと向かってくる。三人とも固まった。逃げれない。動けば影がまとわりつく。その瞬間、店の奥の壁に貼られた張り紙が風もないのに揺れた。紙の端がめくれ、隠れていた文字が見えた。選ばれた者、一人連れて帰る。俺の足元の影が濃く脈打った。影が俺の足元だけで濃く脈打ち始めた瞬間、空気が一段沈んだんだ。床は乾いているのに、足首のあたりだけ冷たい水の中に突っ込んだような感覚がある。ミノルが俺の腕を掴んで後ろへ引こうとしたが、その手ごと影に阻まれ、皮膚の表面に薄い膜が張るように抵抗された。ミノルの声が震えていた。お前だけ狙われてる。綾は泣きながら首を振っていた。ダメ、出ようよ。ねえ、お願い。だが出口のガラスには無数の手形が浮かび上がっている。手形はすべて俺の肩の高さで止まり、じわりとにじんで重なっていく。
外からも何かが俺を挟むように待っているのが分かった。客席の黒い影たちが一斉に立ち上がった。揃った動きで、揃った速度で、揃った角度で。首だけをこちらに向けている。全員俺の位置を正確に見ている。厨房から這い出してきた白い上半身の影が床を滑る音もなく近づいた。顔の位置はわからないのに、まっすぐ俺を見ているとわかった。影の細い指が俺の足首に触れた。触れられた瞬間、膝から上の感覚が一度途切れた。重さの位置が変わり、体の中に他の何かが入り込んでくる。胸の奥で低く湿った声がした。見つけた。その瞬間、ミノルが叫んだ。来るな、離せ。だが、俺の体は下へ引かれていく。床の影に沈み込むように足が少しずつ埋まっていく。引き上げようとしても影の膜が全身を締め付ける。綾が俺の手を掴んで引こうとした。だがその指が俺の手に触れた瞬間、叫んで手を離した。俺の手の甲に黒い手形が浮かんでいたんだ。まるで、お前は渡さない、と刻まれたように。冷たいものが背中に張り付き、肩の内側へと潜り込んでくる。呼吸の音ではない。俺の胸の奥から響く別の息が喉の裏を震わせた。帰るよ。連れて行くから。俺の口が勝手に動いた。声は俺のものではなかった。ミノルと綾の顔が歪む。その視線の中で俺の影がもう一つ増えていた。足元に俺と同じ形の黒い影が重なっている。影だけが先に動いている。次の瞬間、店の照明がすべて落ちた。暗闇の中、俺の耳元にだけ声が落ちた。お前は返さない。気がついたとき、店の外、駐車場に立っていたのは、ミノルと綾だけだった。俺の姿はどこにもなかった。ただ、店のガラスに一つだけ手形が残っていた。肩の高さで、俺の手の大きさと全く同じ場所に。あの店には、寄ったら最後の席が一つだけあった。それが俺だった。今でもポケットに手を入れるたびにあの感触を思い出す。冷たくて少しざらついた金属の感触だ。あれを拾わなければ多分今も普通に夜のドライブを楽しめていたと思う。あの夜のことは今でもはっきりと覚えている。深夜眠気を飛ばすために意味もなく
車を走らせていた。山道に入った頃には辺りは真っ暗で、ラジオの音だけがやけに大きく感じられた。しばらく走ると視界の端にぼんやりとした明かりが見えてきた。古いドライブインだった。看板は色あせ、文字も途中までしか読めない。それでも店内だけは明るく、闇の中に浮いているように見えた。腹が減っていたわけでもない。トイレにも行きたかったわけではない。それなのに、俺は自然とブレーキを踏んでいたんだ。駐車場に車を入れると、他には一台も止まっていなかった。音が急に消えた気がした。車を降りた瞬間、足元でカチッと乾いた音がした。アスファルトの上に小さな金属の輪が落ちていた。キーホルダーだった。拾い上げると丸い板によくわからないような刻印がある。数字のようにも見えるし、順番を示す印にも見えた。その時、胸の奥がほんの一瞬だけ重くなった。これは拾わない方がいい。そう思ったのに、俺はそれをポケットに入れてしまった。店の入り口を見ると、さっきよりも少しだけ暗くなっている気がした。今思えば、あの時点でもう始まっていたんだと思う。そのまま店には入らず、俺は車に戻った。理由はわからない。ただ、建物に近づきたくなかったんだ。エンジンをかけた瞬間、ポケットの中で金属がぶつかる音がした。走り出してからも、その音は何度も鳴った。カーブに差し掛かるたび、減速するたびに、まるでタイミングを合わせているようだった。俺は気味が悪くなり、信号待ちでポケットから取り出した。キーホルダーの表面に、さっきは気づかなかった細い傷が増えている。線が一本、また一本と並ぶように刻まれていたんだ。その夜、家に着いてからも落ち着かなかった。玄関の鍵を閉め、机の上にキーホルダーを置いた。しばらくして風もないのに、カチッと音がした。見るとキーホルダーが机の端まで移動をしていた。俺は気のせいだと思い、引き出しにしまって眠りについた。だが夜中に目が覚めたとき、耳元であの金属音がした。枕元を見るとキーホルダーが置かれていたんだ。翌日、知人に何気なく話すと、顔色を変えてこう言われた。あのドライブイン、昔人が帰らなくなった場所だよ。理由はわからない。ただ、途中で車を止めた人が何人もいたらしい。俺はその日のうちに、あれを
処分することに決めた。その日の夜、ゴミ袋にキーホルダーを入れ、可燃ゴミとは別に縛った。念のため袋の口も二重にした。それで終わるはずだった。だが家を出ようとした瞬間、ポケットの中であの音がした。手を入れると指先に冷たい金属の感触があった。さっき捨てたはずのキーホルダーがそこにあった。俺は気味が悪くなり、例のドライブインへ向かうことにした。拾った場所に戻せば終わると思ったんだ。深夜、同じ参道、そして同じ場所。ドライブインはあの夜と同じように店内だけが明るかった。駐車場に車を止めると、不思議なことに白線の中にだけ一台分だけぽっかり空いた場所があった。俺はそこに吸い寄せられるように車を入れてしまった。車を降り、拾った場所にキーホルダーを置いた。すると背後でエンジンが止まる音がした。振り返ると、もう一台知らない車が止まっていた。運転席にいるのは俺と同じ体格をした人間。顔は見えなかった。だがその手には同じキーホルダーが握られていたんだ。その瞬間、はっきりと分かった。あれは落とし物ではない。空いた席の札だった。俺が拾ったから次の順番になった。必死で車に戻り、アクセルを踏んだ。バックミラーにはあの空いた一台分だけの場所がずっと残っていた。今も夜にポケットが重くなる時がある。見なくてもわかる。まだ返しきれていないんだ。心霊スポット巡りの帰りに寄ったあのドライブイン。思い返すたびに俺はあそこに入った時点で終わっていたとしか思えなくなる。その夜、俺と遠藤と工藤、そして田口の4人は郊外の古い廃集落を目指していた。地図にもほとんど情報が載っておらず、地元民の話でも近づかない方がいいとされる場所だった。道路沿いには空き地が並び、窓はどれも黒く、誰かが覗いていそうな、そんな気配がずっとつきまとっていた。廃集落の中心には小さな神社の跡があり、鳥居は半分倒れ、祠は土に飲まれかけていた。俺たちは懐中電灯で照らしながら奥に進んだ。風がないのに竹林だけが揺れていた。その揺れ方が不自然で、4人同時に足を止めた。田口が突然後ろを振り返った。今、足音したよね。そういう声は震えていた。だが工藤はライトを振りながら
獣だろと軽く流した。それでも暗闇の向こうから聞こえた音は二足歩行のそれだった。重さが人間に近い。一定のリズムで土を踏む気配が途切れず続いた。祠の裏に回ったとき、遠藤が小さく息を飲んだ。何かを見たのか手が震えている。問いかけても答えず、ただ一点だけを凝視していた。後で本人に聞いても、その部分だけ記憶が抜けている、そう言われた。嫌な空気のまま戻ろうとしたが、来た道が分かりづらく少しだけ迷った。その間ずっと俺たちの後ろから一定の距離を保つ何かの気配だけがついてきていた。ようやく道路に出たとき、田口は小刻みに震えていた。ねえ、ちょっとどっかに寄ろその声を聞いた瞬間、俺たちの視界に小さな明かりが見えた。山のカーブの先、ポツンと浮かぶ古びたドライブインの明かりだった。4人とも心の奥底でこう思った。あそこにさえ寄らなければと。駐車場に車を止めた瞬間、エンジンの音が不自然に長く尾を引いた。切ったはずなのに低いうなりが一拍遅れて消える。4人とも何も言わずに、ただ顔を見合わせた。建物は古い。看板の文字は剥げ、店名は読めなかった。それでも中は明るく、ガラス越しに人影が動いているのが分かった。営業している。少なくともそう見えた。中に入ると空気が妙に湿っていた。冷房の効いた感じではなく、洞窟に近い。床は乾いているのに、足の裏だけがじっとりとする。客はまばらだった。カウンターに2人、奥のテーブルに1組。全員うつむいたまま顔を上げない。店員の姿は見えず、厨房から食器の触れ合う音だけが聞こえていた。田口が俺の袖を引いた。ねえ、さっきから後ろ見られてない？振り返っても誰もこちらを見ていない。なのに視線だけが残っている感覚が消えなかった。工藤が水を取りに行こうと立ち上がった瞬間、カウンターの客が同時に顔を上げた。動きが揃いすぎていて人間の反応ではなかった。その顔を見た瞬間、俺は言葉を失った。目は合っているのに誰の視線とも噛み合わない。焦点が俺たちの後ろに合っている。遠藤が小さく息を吸い、震える声で言った。まだついてきてる。意味を聞き返す前に、厨房の奥で何かが落ちる音がした。金属が転がる乾いた音。続いて床をするような重い音が近づいてくる。のれんの下から影がにじみ出した。人の形に見えるが、
視界が曖昧で床に溶けている。影は入り口の方向ではなく、一直線に俺たちの席へ向かって伸びてきた。田口が声を押し殺してこう言った。あれ、さっきの場所で感じたのと同じ。心霊スポットで背後にいた何か。それが形を変えてここまで来ている。俺ははっきりと理解した。この店は逃げ込む場所ではない。追いつかれるための場所なんだ。影は床を這うように伸び、俺たちの足元で止まった。触れていないのに空気だけが一段重くなる。息を吸うと喉の奥に鉄の味が残った。工藤が立ち上がろうとした瞬間、影が跳ねた。床から壁へ、壁から天井へと張り付き、店内の明かりを歪める。照明の輪郭が伸び、客たちの影が同時に揺れた。その客たちがゆっくりと席を立った。足音はしない。代わりに服の擦れる気配だけが近づいてくる。顔は見えない。首の角度が一定で、視線が俺に集まっているのだけは分かった。遠藤が俺の腕を掴んだ。その力が強すぎて指の感覚が残る。来てる。俺じゃない。お前にだ。理由を聞く前に背中に冷たいものが触れた。服の内側をなぞるようにゆっくりと。触られた場所だけ音が遠のく。工藤の声も田口の息遣いも別の部屋から聞いているようだった。田口が叫ぼうとして声が出なかった。口は確かに動いているのに、音だけが抜け落ちているんだ。その代わり、店内の奥で低い呼吸音が重なった。ふ、ふ、と同じリズム。心霊スポットで聞いた足音と同じ感覚だった。俺の視界の端で遠藤が首を振った。何かを見ないようにしている。影が俺の肩に集まり、形を結び始めた。人の上半身に近いが、顔の位置が定まらなかった。目があるはずの場所が何度もずれる。工藤が俺を引っ張った。外だ。今なら離れる。その瞬間、店の入り口のガラスが曇った。外から手形がゆっくりと浮かび上がる。数は一つなんてもんじゃない。重なり合い、俺の肩の高さで止まったんだ。田口が震える声で言った。選ばれてる。なぜ俺なのかはわからなかった。ただ背中の冷たさがもう触れている段階を過ぎていることだけはわかった。そして影は俺の影と重なった。影が俺の影と重なった瞬間、体の輪郭が一度だけぶれた。自分の腕なのに重さの位置が合わない。
肩から先が俺ではない何かに引っ張られていく感覚だけが残った。工藤が引き戻そうと俺の腕を掴んだが、その手ごと影が吸い寄せられた。指のかかりが空を掴んだように軽くなり、工藤は驚いた顔で手を離した。触れているのに掴めない。影の表面がまるで膜のように俺を覆っていた。客たちが一斉にこちらへ向き直った。顔は見えないのに全員の視線だけが俺に集まっていた。目があるはずの位置が空洞のように暗く沈み、奥の方で何かが動いた。田口が泣きそうな声で、もう、出ようよ。と言い、遠藤は俺の背中に手を当てた。だが、背中に触れた遠藤の手が俺の皮膚に吸い込まれかけた。すぐに引き戻したが、その手のひらには黒い影の跡が薄く残っていた。店内の照明が一度だけ明滅し、奥から聞き慣れた音が響いてきた。心霊スポットで聞いたあの二足の足音。後ろをついてきた何かが形を持ってここに来ている。入り口のガラスが曇り、無数の手形が現れた。それらはすべて俺の肩の高さで止まり、じわりと滲んで形を変えた。その中心が俺だった。その瞬間、工藤が叫んだ。おい、走れ。このままじゃ。言葉の続きを聞く前に、俺の首筋に冷たい重さが落ちた。影の手のようなものがまるで乗ったかのように、体の重心が引きずられ、視界が暗くなる。そして耳元で低い声がした。ずっと見てたよ。心霊スポットで後ろに立っていた何か。あれが最初から俺を見ていた。次の瞬間、体が勝手に動き出した。自分の足なのに歩幅が自分のものではない。歩くたびに何かが肩の中に入り込んでくる。工藤が腕を掴んで引き止めたが、俺の体は微動だにしなかった。笑い声とも呼吸ともつかないという音が俺の胸の内側から聞こえてきた。俺は口を開いた。動かしているのが俺じゃないとはっきりと分かった。その口から出た声は自分の声帯を使っているのに知らない誰かの声だったんだ。帰るよ。お前らもついてきたろ。工藤も遠藤も田口もその場で固まった。声が俺の声じゃなかったからだ。気づくと店の入り口の手形が一つだけ残っていた。俺の肩の位置と全く同じ高さで。今も時々肩が重くなる。誰も後ろにいないのに呼びかけるような息が
耳元にかかる。あの夜ついてきた何かはまだ俺の中にいるんだ。この話をすると必ず最初にこう聞かれる。どこで道を間違えたの？でもはっきりと言える。間違えてなんていない。家を出た瞬間から最初から最後までナビも標識も全部合っていた。異変はもっと手前から始まっていたんだ。あの日は夜に用事があって車で出かける予定だった。特別な理由ではない。ただ夜の方が道が空いているとそう思っただけだ。エンジンをかけいつもの道を走り出す。住宅街を抜け幹線道路へ出る。その時点では何もおかしいことはなかった。ただ一つ普段と違ったのはやけに車が少なかったことだ。信号で止まっても前にも後ろにも車がいない。青に変わると自分だけが動く。妙に音が少なかった。タイヤの音も風の音もどこか薄い。しばらく走るとナビが再計算を始めた。理由も表示されてはいない。渋滞も事故も出ていない。そのまま案内されるまま少し細い道へ入った。街灯が減り周囲が暗くなる。ここで引き返せばよかった。だがなぜかそうは思わなかった。しばらくするとラジオが一瞬だけ途切れた。砂嵐の向こうで誰かが息を吸う音がした。すぐに戻ったが胸の奥が少しだけ重くなった。その直後道の先に看板が見えた。古いドライブインの看板だ。見た瞬間懐かしいような知らないような変な感覚になった。行ったことはないはずなのに。看板の下には小さく矢印が出ている。ナビも同じ方向を示していた。その時ふと気づいた。時計を見ていなかった。慌てて目を落とすと時間表示が点滅していたんだ。数字が定まらない。そのまま進んでいたら戻れなくなる。そう思った。でもブレーキを踏む理由が見つからなかった。俺はそのまま看板の示す方向へハンドルを切った。矢印の先に進むと道は一気に細くなった。対向車が来たらどちらかが止まらないと通れない、そんな幅だった。
だが対向車は来なかった。後ろから追いついてくる車もない。ミラーを確認すると、後方が暗すぎてどこまで道が続いているのかがわからなかった。さっきまで見えていた街の明かりもいつの間にか消えていた。ナビは黙ったままだった。案内も再計算も出ない。地図表示だけが薄く残っている。だがその地図がおかしかった。道路は表示されているのに、自分の位置を示す矢印が少しずつ遅れて動いているんだ。ハンドルを切ってから一拍遅れて画面の矢印が向きを変えた。まるで本当の動きは別にあるみたいだった。しばらく走ると、道の脇に使われていないガードレールが現れた。白い塗装は剥げ、ところどころ錆びている。その向こうは真っ暗だ。崖なのか、ただの林なのか、見分けがつかない。ヘッドライトの光が途中で吸い込まれる。地面に届かない。その時、急に腹の底が冷えた。走っている感覚が薄れてきた。エンジンの音はしている。スピードメーターも動いている。なのに、前に進んでいる感じがしなかったんだ。同じカーブ、同じ木、同じガードレール。気づいた。戻っているんではない。進んでいないんだ。何分走ったのかわからない。時間の感覚が完全に抜け落ちていたんだ。その時、視界の先に明かりが見えた。一つじゃない、いくつも並んだ黄色い光。そして道が少しだけ開ける。そこには建物があった。古いドライブインだった。さっき見た看板と同じ色、同じ形、同じ文字の書け方。なのにナビの地図には何も表示されていなかった。駐車場に入る直前、ふと強烈な既視感に襲われた。なぜだかわからないが、俺はここを知っているようだった。来たことがないのに来たことがある場所だったんだ。駐車場に入った瞬間、エンジンの音が少し遠くなった。車を止めてもいないのに、音だけが先に離れていくんだ。俺は慌ててブレーキを踏み、ようやく車が止まった。周囲を見渡す。駐車場は広い。白線も引いてある。だが、車は一台も止まっていなかった。それなのに、地面にはタイヤの跡が無数に残っていたんだ。乾いた跡と、まだ新しい跡が入り混じっている。建物の正面には
大きなガラスの窓。中は明るく、テーブルや椅子が見える。人影はない。ドアの横に営業時間の札がかかっていた。そこには24時間営業と、その下に小さく別の札がぶら下がっていた。朝まで。意味がわからなかった。車を降りると足元の感触が妙に軽い。地面を踏んでいるのに少し浮いているような感じがしたんだ。店の前まで歩くと自動ドアが音もなく開いた。中に入った瞬間、空気が変わった。外よりも少しだけ朝に近い匂いがしたんだ。コーヒーと油と長く使われていない布の匂い。店内は見た目よりも奥に長かった。入り口から見た以上に席が続いている。壁には風景写真が飾られていた。参道、夜の駐車場、暗いカーブ。どれもさっき走ってきた道だった。だが一枚だけまだ見ていない景色があったんだ。朝焼けの空とこのドライブイン。写真の下に日付が書いてある。それはなんと今日の日付だった。その瞬間、背後でドアが閉まる音がした。振り返ると入り口が壁になっていたんだ。外はどこにも見えない。代わりに店内の時計が目に入った。壁掛けの古い時計。針は午前4時58分で止まっていた。カチッという音がして秒針がほんの少しだけ動いたんだ。そして秒針がもう一度だけ動いた。59分。店内の照明がわずかに明るくなった。夜の光ではない。外が白み始めるあの時間の色だった。奥の席で誰かが立ち上がる気配がした。姿は見えない。だが椅子の数だけ確実に気配があったんだ。カウンターの向こうにいつの間にか人が立っていた。年齢も顔立ちもよくわからない。ただこちらを見ている。その人は、もうすぐ朝ですよ。それだけ言った。時計を見る。分針がゆっくりと6時を指そうとしている。その瞬間、頭の中にはっきりと浮かんだ。朝になったらここが外になる。外だった場所が全部ここに回収される。俺は焦って入り口だった壁に手をついた。冷たく硬い。そしてびくともしなかった。背後で椅子が引かれる音が増えた。
席が埋まっていく。カウンターの男が静かに言った。帰るなら今しかありませんよ。指さされた先に細い通路があった。最初からあったはずなのに、今まで見えなかった場所だ。通路の奥に薄く光るものが見える。それは車のヘッドライトだった。俺は考える暇もなく走った。通路を抜け、ドアを押し開けると、一気に冷たい空気が流れ込んだ。その瞬間、俺は車の中にいた。エンジンがかかっている。外は完全な朝だった。周囲を見る。あのドライブインはどこにもなかった。駐車場も建物もない。ただの見覚えのある山道だった。だが家に帰ってから靴を脱いだとき気づいた。靴の底に乾いた土と白い線がついていた。駐車場の白線と同じ形だった。今も夜明け前に車を走らせると、ナビに出ない矢印が一瞬だけ表示される。俺は絶対にそっちを見ない。朝まで残ったら帰る側じゃなくなるからだ。